はい、アロハシャツ研究室です。こんにちは。こんにちは。中野教授、よろしくお願いいたします。今日は、はい。たくさんのヴィンテージアロハシャツを紹介していただけるということで、そうですね。ちょっとね、いろいろ管理も大変なんで、はい。危険があるといけないんでということで、そうですね。こちらサンサーフの、はい。秘密のラボ、東洋エンタープライズさんの中にある秘密のラボに来ているんですけれども、はい。まあちょっと今後ろにもざっとえヴィンテージが飾ってあるんですけれども、全部ヴィンテージなんですね、そうですねこの辺もね。こちらは今制作中のボリューム4。ヴィンテージアロハシャツボリューム4、はい。 6月にそうですね発売予定の、はいはいで、これ今までこう出したワンツースリーですね。はい、こちら。ワン、ツー、スリーと、はいで今日はですね、ええわざわざこちらのラボにえ来ていただいたのは、はい、はい、このいろいろあるヴィンテージも見ていただきたいのもあるんですけれども、ええこのワンツースリー先ほどお見せしたこの本の中から、今期ですね復刻をした今年そう今です期っていうことは、はいはい、今年復刻をしている柄もありますので、はいはいそちはい。らのご紹介もしたいなとお、思いまして、じゃあもうその復刻品は買える、すでに買えるもの、これから買えるものはいっていうものがあるということですね。はいそうです。はい、楽しみです。はい、で早速人柄目からはいいってよろしいでしょうか。はい、はい、お願いします。まず人柄目ですね。はい、こちら、ラブリーフラハンズという、ラブリーはい、フラハンズ。フラハンズ。はい、でもシャツの中にもその、ね、タイトルも入ってるんですけれども、えこちら作られた年代は50年代の後半なんですけど、ブランドがこのネームのタグ見ていただくと分かる通り、マリヒニというはい、ブランドがはいかけてまして、はい、ここもう数々いろんな柄、ヴィンテージが出てくるブランドなんですけれども、その当時ですね、レーモンド佐々木さんという日系の移民で渡った方がはい、立ち上げたブランドになりまして、はい、もともとレーモンドさん自分でも絵をえ描くという、そういったところもあるんですけども、デザインにはもう本当こだわった方で、で自らデザインもするんですけれども、大半がですね、デザインのアイデア大枠だけレーモンド佐々木さんが作って、であとは専属のデザイナーさんがいらっしゃったんで、その方たちにデザインのアイデアを投げます。はい、で専属のデザイナーさんがある程度形にして、で再度レーモンドさんがそこにまたいろいろアイデアを注入して最終的にデザインが出来上がるという感じの工程をやっていたブランドになりまして、こだわったデザインが多いブランドになってますね。これ自体は、はいヴィンテージアロハシャツのどの本にこちらは2に載ってるものなんですね、こちらね。になりますので、ちょっとこれのですね復刻がありますので、こちらでちょっと柄の説明もしていこうかなと。はい、ぜひぜひ。でこちらが復刻になります。こちらですね、先ほどヴィンテージの方は割とこう退色した色目なんですけども、こちら復刻の方はデッドストックの色を再現をして鮮やかですね、よりね、復刻をしておりますので、はい、もうこの柄はですね、説明不要と言いますか、もう見るからにヴィンテージの希少価値もう塊と言いますか、まずこのハワイアンクレストオーケの紋章ですね、ハワイの紋章がありまして、大きいハイビスカスでウクレレでレイがかかっていてフラダンサー、もうこれだけで全部のせみたいなそうですね、すごいモチーフですね。これだけでヴィンテージの価値としてはものすごいものになりますので、そのぐらい価値のあるシャツになりまして、で先ほどお伝えした通り、ラブリーフラハンズというタイトルがですね、このシャツの中に入ってますね。入っていますので、そういったところもぜひ見ていただけたらなと思いますので、続いて2柄目いきます。2柄目お願いします。こちら2柄目ですね。続きましてはこちら、こちらがちょっと変わり種の面白いデザインですね。パニオロカントリーというタイトルのデザインなんですけども、これエスリーというブランドが手掛けてまして、これも50年代のシャツなんですけども、ちょっと他の
シャツにはないモチーフが使われておりまして、はい。これカウボーイたちがメキシコのカウボーイたちがかぶってるハットなんですよね。はいはいはい。ソンブレロっていうソンブレロ、はいはい、がモチーフになっていまして、でヤシの木とソンブレロでちょっと幾何学的な多分ハワイの島でしょうね、モチーフとしたものがグラウンドに渦巻きが、はい、島なんだ、はい、描かれているシャツなんですけども、もともとですね、このエスレイというブランドは、はい、いろんなシャツを手掛けていたんですけども、はい、これちょっと他のブランドとしてはですね、あまりオーソドックスな定番的な柄ではなくて、ちょっと変わり種な柄をちょっと選んでですね、復刻しているブランドになってまして、何年代？50年代ですね。50年代、はい、ちょっとまた柄の説明は復刻の方で詳しくしてみたいなと思いますので。はい。おお、復刻はこっちなんですね。色味がやっぱちょっとね鮮やかに、鮮やかですね。はい、ウッドストックの色味をいい色だな、この赤は表現しているんですけども、はい、この柄ですね。ソンブレロ、メキシコのカウボーイたちがかぶってるハットなんですけども、はい、なぜアロハシャツのデザインにっていう。そうですよね。はい、ちょっと違いますよね。はい。もともとハワイにもカウボーイたちがたくさんいました。はいはい。アメリカのテキサスに牧場ができる前からハワイには牧場は存在したんですね。でその牧場を全部こう作り上げてくれたのがメキシコから来たカウボーイたちなんです。ほう。でそこでハワイの移民できた方たちがメキシコのカウボーイたちからそのカウボーイのいろはを全部教えてもらってハワイで牧場を運営をしていくっていう歴史があったんです。なのでアロハシャツの中にもこういったカウボーイにまつわるものがモチーフになっているものですとか、メキシコからのものがモチーフになっているものが、じゃあメキシコ人に持ち込まれて、はい、ハワイにもソンブレロがかぶる文化がそもそもあったっていうことなんですね。なのでアロハシャツのモチーフとしてもこうして使われているという。これモデル名がパニオロカントリー。パニオロカントリー。はい、パニオロっていうのが、はい、ハワイのカウボーイです。カウボーイ、はいね、はいはいはい。そういったところでハワイのそのカウボーイたちの歴史も垣間見れる、こういったちょっと変わったシャツになってますので、はい、ぜひまたこちらの方もお店で見ていただけたらね、これいいですね。はい、思います。はい。続いていってみます。はい。続いても、はい、このヴィンテージアロハシャツの2の方からのご紹介になります。ここに載ってるものですね。はい、そうですね。はい、はい、ちょっと持ってきてみますね。はい。続いてはこちらの柄ですね。リーフの柄っていうか花木のリーフ柄になります。ヴィンテージアロハシャツでデュークか花木でこう一つ特集組んでましたね。そうですね。はい。その中で紹介されているものですね。はい。こちらはデュークの50年代の前期のこのネームが付けられたタイプになりまして、でデューク花木のブランドで、ヴィンテージでですね、前期のネームが付いたもの、後期のネームが付いたもの、同じ柄で、同じ配色で、っていうのも結構あるんですけど、それはですね、もうすごく人気のあった柄っていうのは、他の柄もそうなんですけど、ずっと継続して作られていたものがロングセラー商品なんですね。そうですね。はい。なので、この柄もそうなんですけれども、50年代前期のものもネームがついたものもあれば、後期のネームがついたもの、そういったものも存在するという柄になってまして、今回ご紹介するのは前期のネームがついた当時のじゃあ人気商品だったということで、はい、ありまして、このちょっと復刻もお見せしながら柄の説明をちょっとさせていただきたいと思います。はい。こちらがですね、復刻になりまして、はいはい。やっぱりデューク単色の抜線っていうとですね、パイナップルの柄とか、有名な柄ありますね。デュークスパイナップル、はい。それともう本当に匹敵するぐらい単色のデザインではヴィンテージの世界では人気の柄なんですけども、なかなかですねこう見つかる機会がないので、こちらの方は
本当に探してる方も多いと思うんですね。はいはい。ヴィンテージもそうですし、ヴィンテージ見た方でも復刻出ないかなって思ってる方もたくさんいらっしゃると思いますので、ちょっとこういうシンプルな葉っぱのデザインなんですけども、ちょっといろいろと単色でこう葉脈の部分であったりとか、葉っぱ全体をバッセンで白抜きしたりとか、そういったところのメリハリをつけながらデュークらしいデザインになっていまして、これ商品タイトルはこちら、デュークのですねアイランドリーフというアイランドリーフ、色のデザインになっていまして、シンプルなんですけども、着た時に割とこう大人っぽく着れることもできますし、そうですね、シックな色味で、はい、またねこの茶色の色味がそうですね、他ではなかなか見ない色味ですね。やっぱりアメリカ本土のちょっと流行を意識したデューク花木のデザインらしい一枚となっていますので、こちらの方もぜひお店の方で試着していただけると、50年代の、50年代のロングセラーモデルというふうに言っちゃっていいんですね。いいです。はい。それやっぱりね着た時になるほどなと思える柄ですので、ぜひ試着をしていただけたらと思います。はい。ありがとうございます。続いてなんですけども、初回ですね。第1作目。第1作目、こちらでご紹介をしたシャツをお見せしたいと思います。こちらですね。これは有名ですね。デューク花木のこの天地のあるホリゾンタルデザインですね。このホリゾンタルデザインというのはもうデュークの代名詞という手も過言ではないデザインパターンなんですけども、その中でもこの朝顔の柄、この商品のヴィンテージのシャツのタイトル自体はモーニンググローリーという朝顔ですねのタイトルがついたシャツなんですけども、こちらのネームはこちらも50年代前期ですね。前期のデュークが手がけたデザインになっていまして、ちょっとですねまたデュークらしいホリゾンでバッセンのもうパキッと綺麗ですね。この葉っぱの緑、花に目が行きがちなんですけど、このバックグラウンドの緑がすごく綺麗に出てますね。こういった濃い色のグラウンドにこの花、あと葉っぱですね、生きた感じのデザインをバシッとこうバッセンに表現するっていうのもデュークのすごく特徴でもありますので、なんかこの朝顔の花見てると、ちょっと和柄にも見えるし、洋柄にも見えるし、すごくそこが面白いですよね。これちょっとまだ柄のこう感じもちょっと復刻の方で見ていただいて掘り下げてみますので、ぜひこちらがですね、復刻になりまして、よりちょっと濃い感じの、本当だ、花の色も葉っぱの色も紫がすごく強くなりましたね。そうですね。割とこうヴィンテージの方をフェードして柔らかい感じの色目になってましたけれども、やっぱり完全にこうデッドストックの状態の色を探していくと、このぐらいパキッと出ていたなというところがありましたので、そこの辺はちょっと追求して復刻の色目を出していますので、この生き生きとしてこう伸びる草ですね、この感じがうまく表現できてるなというところもありますので、もう本当アートっていう感じの柄ですね。こちらはこのシャツ一面をこうキャンバスにして描かれたアート作品というのがすごく伝わってくる作品になっていますので、素晴らしい、ぜひ見ていただけたらと思います。この今ヴィンテージアロハシャツ4を制作中ということですけれども、またそこにもこの未来の復刻作品っていうのがいろいろ隠されているというかあれですけど、隠されてますね。それももうイメージしながら作ってるわけですよね。そうです。作る上ではですね、だいたいこう2年先3年先ぐらいまでのラインナップっていうのは組みながらすでにやってるので、その中からこのシャツは4に載せた方がいいなとか、で当然123で載せてるヴィンテージのアロハシャツもうここからまた来年再来年と復刻されてくるものがこの中にも入ってますあるわけですよね。もしねまだこれ123見てない方いたら、これは手元でね、まだヴィンテージアロハシャツってもうそもそもそれ自体ね柄がアート作品のようになってますもんね。なんか眺めながらですね復刻に思いを馳せる。で実際こう復刻したシャツのですね、オリジナルがこの本の中に載ってますので、それと見比べながら
自分で着たものとね、買ったやつと、はい、そういう楽しみ方もあったりとか、さっきの中野さんの言ってた色味のねですね、焼けたヴィンテージとデッドストックをイメージしたイメージっていうのをすごく分かりやすいかもしれないですね、比べると。でまたこう本に載ってる中でこれ復刻したら欲しいなと思ってるのが復刻された時の感動だったりとか、そういうのも味わえると思うので、ぜひこの本を読みながら、置いて、いろんなアロハシャツのそうですね、未来を想像していただけたらなと思います。はい、ありがとうございました。